フィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦選手が、イタリアのラグジュアリーブランド、グッチのブランドアンバサダーに就任しました。グッチのブランドアンバサダーとしての新しい役割について、羽生結弦選手は、ファッションの領域を超えて、世界中の表現者との絆を育んでいる。グッチのコミュニティの仲間になることを心から嬉しく感じています。長い歴史の中で、クラフトマンシップに情熱を傾け、ピュアなクリエイティビティを発揮し、日本でも多くのファンを持つグッチの魅力を、これからも自分も学んでいきたいと思っています。最初に報道したのが、海外ニュースの報道機関で、フィレンツェにあるグッチの SNS でも発信されたこともあり、詳しい契約内容は分かりませんが、本家のグッチから採用された可能性があるのではないかとされています。イタリアにある羽生選手のファンサイトでは喜びの声が多数上がっています。グラムスクワットマガジンの記事では、グッチがフィギュアスケートスターの羽生結弦選手をブランドアンバサダーに迎えるというタイトルの記事が上がっていました。卓越した才能と表情での魅惑的なパフォーマンスで知られる羽生は、アスリート性と芸術性の独特な融合を実現し、創造性と革新性を追求するグッチの姿勢と共鳴する。史上最も輝かしい実績を持つフィギュアスケーターの一人である羽生の世界的な人気と影響力は、国際的な舞台でブランドを象徴する理想的な人選と言える。という非常に良い記事になっています。そして何より、ブランドアンバサダー就任に対して感動的な情報があります。グッチは東日本大震災の際に仙台の絹工場と協力してバッグを作り、その売上金を被災地の再建支援に寄付をするという運動をしていました。資金を集めるため、両者は努力を結集しました。1600年代半ばに設立された仙台平は高価な機能を提供しました。これは数千ユーロの価値があります。さらに、日本政府から生きている国宝と認定されている仙台平代表の幸田義雄84歳がグッチの職人と一緒に布地の縫製に取り組むことに決めました。この幸田義雄さんは羽生結弦選手が国民栄誉賞を受賞する際に着用した袴を製作した方です。その際に幸田さんは、日本男子の第一礼装で晴れの場に出ていただきたかった。若い方なのにスマートに着こなしていて素晴らしい。復興の象徴だし、仙台市民として来てほしい。受賞が決まった6月上旬、幸田市の方から仙台市を通じて羽生選手への提供を打診。完成までの30工程は本来なら半年かかるが、短期間で急ピッチで仕上げました。会心の出来だったようで、他の社員には、羽生くんに似合うものが作れて嬉しい。と、お話しされていたそうです。幸田氏は、若い頃から織物一筋の生き方を、若い羽生さんに重ねたのかもしれません。このように語っています。羽生さんの個性が魅力的。華麗なスケートを続けてほしい。東日本大震災の支援、国民栄誉賞を受賞した時に身につけた仙台平の袴。そう考えると、美しい輪のような絆なのですね。今回のアンバサダー就任は非常に感慨深いものがあります。あの時、復興支援に尽力してくれたグッチ、仙台平代表の幸田さん、そして羽生選手。その絆が結晶として、このようなビッグニュースを生み出したのかもしれません。グッチは羽生結弦選手を心から歓迎し、今後の様々なコラボレーションでの活躍を期待していると発表しています。そういえば、グッチは2020年にウォルト・ディズニーとのコラボレーション商品を発表しています。干支のネズミにちなんで、ミッキーマウスとグッチのロゴを組み合わせたアイテムが、とても人気になりました。羽生結弦さんも、ディズニープラスにて、東京ドームで行われたアイスショーを配信していますし、それがどうというわけではないですが、やはり世界的スターであるのだなと実感させられます。圧倒的なスケーティング技術と表現力でオリンピックを2連覇。数々の世界大会を制覇してきた羽生選手。その優雅な演技はまさに表情の芸術作品と称賛されています。グッチは伝統と革新を融合した独創的なデザインで知られています。その自由な精神と挑戦的な姿勢は、常に進化し続ける羽生選手のイメージと重なります。グッチのブランドアンバサダーとして、
羽生選手がどのような活動を展開していくのか、目が離せません。このビッグニュースは、中国 SNS のウェイボーでトレンド入りの注目度となりました。30万人近いフォロワーを抱えるファッション系ブロガーが、冬季五輪で金メダル2個獲得という成績を持つ羽生さんを、グッチがブランドアンバサダーに起用した、と紹介。中国のファンの間では、先日のアイスショーのリハーサルで、羽生さんが着ていた、グッチのダウンジャケットも話題になっていました。今回初めてアンバサダー側ではなく、ブランド側を祝福する。だって羽生くんなんだから。ゆずと契約とはグッチはラッキーだね。おめでとう。などの数多くの声が寄せられています。また、私たちが羽生選手とグッチのためにできることとして、グッチのアカウントのフォロー、コメント、拡散、そして商品を購入することで応援することができます。羽生選手は L ジャポン2023年8月号の特別カバーにて降臨されています。羽生選手の本拠地、仙台のスタジオで行われた撮影で、グッチの衣装を身にまとい、異次元の動きと存在感で見る人すべてを魅了したそうです。カメラの前に立った瞬間、それまでと流れる雰囲気が一転し、音楽に合わせて流れるような動きやハイレベルなジャンプを披露しました。美しい表現力と崇高なオーラに、撮影陣は圧倒されたと書かれています。スタイリストさんに、服がこう見えたらかっこいい、と助言をいただいたので、服自体も意志のようなものがあるとしたら、その子たちの思いをどう汲み取って見せてあげるのがいいか。自分がレンズから覗いている感覚で、俯瞰的に見つつも、感情から生まれる動きとのバランスを考えて撮影に挑みました。と、羽生選手は撮影の様子を語っています。2着目の撮影は、グレーのクラシカルなダブルスーツ。大人っぽくて、素敵でしたね。3ルック目は、アイボリーのスーツ。色もサイズもデザインも全てが似合っていて、スタッフからも簡単の声が上がったそうです。4ルック目は、グリーンのダブルスーツ。音楽に合わせて力強いポーズを披露しました。フィギュアスケートを通して培ってきた感情表現や腕の動かし方、表情を生かすことができ、充実感がありました。と語り、撮影を締めくくりました。グッチは、銀座のフラッグショップ、グッチ、銀座の上層フロアに、アートや文化的なコラボレーションを発表するための新たなスペース、グッチ、銀座ギャラリーをオープンしました。こけら落としとして、フィギュアスケーターの羽生結弦選手の写真展を開催してます。グッチのブランドコンセプトは、最上の伝統を最上の品質で、しかも過去の良いものを、現代に反映させる商品作りです。このコンセプトは、グッチの製品に見られる様々な特徴に現れています。グッチは、イタリアのクラフツマンシップを体現し、最高の品質と徹底したディテールへのこだわりを追求しています。また、イノベーションも重視しており、革の代用品としてキャンバス地を使ったり、持ち手の素材に竹を使ったりと、画期的なデザインを生み出してきました。グッチは、過去の良いものを現代に反映させることで、ラグジュアリーの再定義に挑戦しています。2022年11月23日に退任したクリエイティブディレクターであるアレッサンドロ・ミケーレは、グッチのシンボルを守りつつも、派手なデザインやストリート要素を取り入れたコレクションを発表し、若者の最先端ファッションとして人気を博しました。グッチは、最上の伝統と最上の品質を基盤に、現代のニーズに応える商品作りをしています。グッチのブランドコンセプトは、その商品作りの理念を表しており、グッチの魅力の源泉となっています。G が2つ重なった WG のロゴは、創業者のグッチを、グッチのイニシャルを表し、品質保証の証だとされています。今や定番となっている、デザイナーの内裏の商品ですが、実は世界で初めて取り入れたのが、グッチでした。緑と赤のウェブストライプも、WG と同様、グッチのプロダクトには欠かせない存在となっています。バグの腹帯からヒントを得たという、ウェブストライプは、遠目から見てもすぐに、グッチの製品だとわかります。グッチの製品の中でも、特に人気が高いのがバッグです。様々なシリーズを取り揃えていますが、今回は特に定番の2つをご紹介します。WG、マーモント。柔らかいキルティングレザーに、伝統的な WG の金具がついていて、
エレガントで個性的な印象を与えます。トートバッグやショルダーバッグなど、様々なラインナップがあり、財布などの小物も展開しています。オフイリア、WG ロゴやウェルストライクといったグッチのシンボルをすべて取り入れたのがオフイリアです。クラシカルな雰囲気ながらも、そのデザインはモダンで、伝統とモダンが融合したシリーズは高い人気を誇っています。ここで、グッチのアンバサダー就任に沸く、ファンの皆さんの声をまとめてみました。羽生さん、ロシアや中国に並んで、イタリアのファンダムが大きいので、本場公式でも取り上げられましたが、彼が雑誌でグッチのスーツケースや洋服を着れば、海外ファン含め皆さん何十万しても購入してましたので、品切れになったのもあるので、イタリアのトレンドにも入ったことがありました。ブランドイメージが重要だと思われるグッチに起用された、しかも自力で、とても嬉しく、公表された写真も魅力的です。皆で盛り上がれて楽しい。グッチ&羽生さんありがとう。私事で恥ずかしいのですが、初めての結婚記念日に夫からプレゼントされたのが、グッチの財布でした。思い出深いブランドのアンバサダーに、羽生くんが就任して嬉しいです。羽生くんのコメント、いつも知性と品があって言葉選びが素敵だし。皆さんも言ってるけど、常に学ぶっていう謙虚な姿勢を尊敬します。羽生くんも就任おめでとうございますだし。グッチさんも羽生くん獲得おめでとうございます。このポーズ、さらっとやってるけど、普通は痛くて、こんなにかっこよくできないです。靴が綺麗に見えるし、上も横も見えて商品もよくわかる。表情も素敵だし、羽生くんだからこそのグッチの靴を紹介するのに、ぴったりのポーズで、すごく素敵、さすが、ブランドアンバサダー。答えのない世界、はっきりとした結果が出ない世界。そんな風な不安を羽生くんは語っていたけど、グッチアンバサダー就任は一つの答えですよね。プロとして新たな分野へ跳躍し、貪欲に懸命に取り組んできた君が出した結果です。私ですら晴れがましいこと、誇りに思ってくださいね、羽生くん。イタリアで羽生くんのアイスショーをグッチ主催で。しかも衣装をすべてグッチが作るとか妄想が止まらない私を誰か止めて。グッチ様、羽生結弦選手をグッチファミリーにお迎えくださりありがとうございます。ものづくりに深く関わり続けてこられたグッチさんと、フィギュアスケートの真髄を追求し続ける羽生選手の素晴らしい表現のコラボレーション。とても楽しみにしています。これからも羽生選手と共に会ってください。グッチを身にまとってアピールする、じゃなくて、グッチを身にまとって衣装から学ぶ、っていう姿勢が、本当に尽きぬ探求心があるんだなと。羽生さんは、人は学ぶわし、ってことわざそのものなんだよね。だからすごく尊敬する。いろんな人たちやいろんなものと出会い、それによって羽生くんの表現する世界がどんどん広がってくの、ワクワクするよね。グッチさんは復興支援もしてくれていた。本当に羽生くんって、売れなくて、かっこいいよね。涙が出るほど美しい羽生くんのスケートや、羽生結弦という生き方をもっと世界は知ってほしい。お知らせありがとうございます。ゆずおめでとう。これからグッチにブランド変えます。いかがだったでしょうか。去年から来るのではと、ファンの間で密かに話題になっていた。グッチのアンバサダーが現実になり、こんな嬉しいことはないですね。ハイブランドの服が似合う。そしてそれ以上に、撮影に対しての取り組み方が素晴らしいですね。出来上がった写真は、アスリートらしい、それでいて芸術的な仕上がりになっているところがさすがです。これからどのような展開が待っているのか、今から楽しみで仕方がありません。このチャンネルでは羽生選手の活躍、ファンの声を取り上げていきます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは皆様、良い一日を。